はい、こんばんは。カンパクタリーのダンディファミリーカー始まり。今回ご紹介する車は2021 2021年4月に発売となりました SUV All New Honda Vezel。 今回はエクステリア・インテリア編です。この車ね、乗ってみるとシンプルに見えてなかなか悪の強い車でしたよ。そんなわけでいつも通りお父さん目線でレビューしていきたいと思います。ダンディファミリーカー、このコーナーはやだミニバンだけはやだな、そんないい年こいてダダをこねちゃうわがままダディたちに納得のファミリーカーを開拓していくコーナーです。今回はホンダカーズ北千葉流山大高の森店さんに撮影協力いただいております。心よく撮影協力いただき本当にありがとうございました。さあ、まずはエクステリア。このベゼル、先代が発売されてから早7年半、先代モデルも大人気でしたからね。今回のフルモデルチェンジを今かと楽しみにしていた人も多いのではないでしょうか。今回お借りしたグレードは G グレード EHEV の XZ プレイのうちの X グレードです。この試乗車のボディカラーはプラチナホワイトパール、ワイシャツのような清潔感。本田さんはね、原色系がよく似合うよね。カラーバリエーションはモノトーンが全6種類、プレイグレードのツートンカラーが全5種類。結構大人びた感じのカラーパレット。いやー、先代と比べると大きくなりましたね。こんなでかいのベゼルじゃないっしょ。と思ったのが第一印象。でもね、ボディサイズは全長が4330、全幅が1790、全高が1590ミリ。先代と比べると、そう、全長はね、変わらず。幅が2センチだけアップして、高さが 1.5 センチ低くなってます。そう、実はサイズ感ほとんど変わってません。嘘と思いますよね。これはね、デザインの勝利なんですね。シルエットは今 Now でヤングでトレンディーなクーペライクな SUV。いかにも四駆って感じじゃないね。随分おしゃれな時代になったもんですね。フロントノーズも長く見えるので流れるようなかっこよさがありますよね。先代と変わらないサイズ感なのに長く見えるのはなぜか。この理由は横に貫かれた水平なキャラクターラインとできるだけでかくしたボンネット形状にあります。加えて屋根が先代よりも 1.5 センチ低くなりましたし、最低地上高も高めですし、アンダーにもブラックの樹脂パーツ、ホイールもブラック多めの、ね、このデザイナーさんはね、よっぽど薄く見せたかったんでしょうね。クーペっぽく見せる手法のてんこ盛りです。で、これらによってね、もうパッと見た時に、この車は細長いんだっていう印象がね、明確に脳に伝わってきます。あえてあらを探せばタイヤ、樹脂パーツの上にさらにブリスターラインが描かれているので、ちょっとしつこい印象ですが、最初に水平ラインを引いちゃいましたからね。これがないと間が抜けてクーペ感がなくなっちゃいますので、苦肉の策ですね。最低地上高はしっかりと 19.5 センチ。SUV だからというよりは将来的に電気自動車用のためなんでしょうかね。半年ぐらい前の北京モーターショーで公開された、どう見てもこれはベゼルだろというこれ SUVE コンセプトという名前の電気自動車でしたね。中国市場も睨んでこのプラットフォームは転用すると思われます。ちなみに中国の合弁会社東の風って書いて東風でいいのかな、東風ホンダでは先代を改造した MNV という電気自動車が中国市場に投入されています。今の日本市場じゃ売らないんでしょうけどね。さあ話戻して、個人的にお気に入りデザインポイントは面合わせ。細かいところですが、市販車にしてはものすごいレベルでガラス面とボディ面を合わせてきました。以前試乗させていただいた電気自動車のホンダ E で確立した技術っていうのがしっかり使われてますね。あっぱれ。X グレードのツートンホイールは16インチとなっています。タイヤは韓国のキナジエコ2 21560R の16インチ。16インチですけどいいデザインですよね。これうまくマッチしてると思います。ちなみに Z グレードの18インチホイールはこんな感じ。サスペンション形式は前輪がマクファーソンストラット、後輪はトーションビーム。4駆モデルの場合はドディオンアクセル。乗り心地は後の試乗編でお話します。さあ次はフロントにフォーカス。かなりアイコニックな印象のグリルデザイン。これいいよね。私は好きです。ボディと同色のグリルというまた新しい風を自動車界に吹かせてきましたね。グリルらしいグリルが欲しいという方向けにオプションがちゃんと用意されているのも憎いですね。なんかこれ懐かしいというか、どこかで見たことある感じしません？多分これとかじゃないですか。ホンダ E やフィットといった近年のホンダさんは親しみの持てる、どこか懐かしいレトロフィーチャーというんですか、そんなデザインがコンセプトのようですね。こんなセピアカラーが似合うのはこのデザインだからこそなんでしょうね。
で、眉毛バッチリのフロントライト。上部のラインは LED デイタイムランプ兼ウインカーです。ホンダさんのライトユニットはね、キラキラでほんと綺麗だよね。宝石っぽい感じ。オートライトコントロール機能。Z グレードだとオートレベリー。曲がる先を照らしてくれるアクティブコーナリングライト機能もつきます。LED のフォグランプもキラキラでいいですね。点灯パターンはこんな感じです。繰り返しますが、こちらは X グレードです。Z グレードだとウインカーは横に流れるシーケンシャルタイプとなります。パッと見の外観にグレード差はありませんね。続いてリアに行きましょう。鋭くシンプルですね。このデザインかなり好きです。随分未来的になりましたね。最近トレンドの横一直線のリアランプ。これのおかげでドシッとしてますが、ヒップラインは高めな印象です。このリアランプはね、ぜひとも上からの目線で見ていただきたい。これ綺麗よ。オーナーの方はね、ラゲッジを開けるたんびにってなると思いますよ。点灯パターンはこのようになっております。テールゲート部分もちゃんと光ってますんで、高級感がありますね。ウインカーは豆球ですが、最近のホンダさんは豆球らしさを感じさせない工夫がお上手ですので、あまり気になりません。むしろ気になるのはここかな。9つに区分けされているデザインなのに、奥に隠れているであろう LED のバルブ数が少ないこと。バルブは6つかな。若干明るさにムラがあるので、暗い時によーく見ちゃうと節約してるなー感がちょっとあります。これだったら豆球でも大差なかったんじゃないでしょうかね。エンジンルームも見ときましょう。パワートレインはガソリン直列4気筒 1.5 リッターエンジン&モーター。ボンネット裏の静音処理はもう当たり前。エンジン出力は106馬力。加えてモーターが2つ搭載された EHEV。モーター出力は131馬力。駆動形式は GXZ には FF と 4WD が用意されています。プレイは現状 FF のみです。エンジンマウント位置は前よりもちょっと前。少々フロントヘビーですが、バッテリーの位置がいいので乗り心地には期待ができます。さあ、お待ちかねのインテリア。まずはラゲッジから。X グレードのテールゲートは油圧タイプ。これね、ちょっと重いです。これは電動がいいかな。で、こちらが Z グレードの電動タイプ。足で開けるキックセンサーもついています。破片スピードはまあちょうどいいぐらいかな。安心の挟み込み防止機能もあります。奥行きも十分高さがあるので広い印象のラゲッジスペース。サイドのポケットが使い勝手良さそうですね。床下にも収納スペース。おー、深いね。特殊な形ですが、三角停止板やピクニックシートなどもいろいろ入りそうですね。自転車のタイヤとかも入るのかな。後席は6対4の分割可動式。倒せば超快適なスーパーフラット。これはいいですね。車中泊ユーザーもこれにはにっこり。ちょっとね、これ気づいちゃったんですけど、座面が格納される際にどうやら左右に広がって動いてるんですよ、これほら、隙間があるでしょ。からくりって感じだよね。機構が地味にすごい。ここで子育て世帯のお父さん目線でもチェックしていきましょう。ダンディチェック。ベーシックサイズな A 型ベビーカーを入れてみました。先代同様、縦置きは無理でしたが、横置きで入ります。ヘッドレストに紐と S 字フックなんかをセットすれば立てかけて固定もできそうです。床面が腰の高さなので、赤ちゃんの急なおむつ替えなんかもやりやすそうです。続いて後席。ドアノブはここ。デザインはいいけど、小さい子供には開けづらいかな。ドアの内張りはこんな感じ。デザインの起伏も文句なし。サテンシルバーのドアノブが良いアクセントになっています。素材は肘置き以外はハードプラ。ドアノブ付近が合成比較。スイッチパネルはちょっとチープな質感ですね。この辺含めてやっぱり Z やプレイグレードの方に軍配が上がりますね。ホンダ E の時と同じで良い位置にカップホルダーがありますね。では乗り込みます。ドアの開口幅はちょい狭い。腰高なのでとても乗り込みはしやすいです。うっそ、めっちゃ広いじゃん。ベゼル変わったね。室内空間スクエアな感じでとても広く感じます。窓上にアシストグリップがあるのもいいですね。おもちゃなんかをぶら下げることができます。ダウンライト風の後席ルームランプに単独スイッチがあるっていうのもいいですね。しかもタッチ式ですよ、タッチ式。赤ちゃんのお世話をしたいときね、スイッチがあると重宝します。にしてもなんでガラスをタッチしても光るんだ。すげえな。身長175センチの私で頭上スペースは手のひら1枚ぐらい。膝前空間はご覧の通り、私のシートポジションで17センチぐらいの空きがあります。足元空間も見てよ、広い。シートレールもね、ちゃんと隠れてるんですよね。これは快適だわ、後席。X グレードのセンターアームレスト裏にはエアコン吹き出し口、USB 端子はありません。で、こっちは Z グレード。こっちの方がやっぱり子供たちにも嬉しい装備ですね。
小物ポケットもありますね。ゴミ袋をセットするっていうのもありかな。アームレストもあります。カップホルダーは割と細身の形状ですね。ただし水平ではない。まあでも底が深いので哺乳瓶とかは倒れなそうですね。ミルク作りも車内でできそうです。はい、ここでもダンディチェック。リアドアには左右ともにチャイルドロックがあります。アイソフィックス金具もしっかりありますね。こちらは後席に座った大人の目線とキッズシートに座った子供目線のリアビューです。縦方向のガラス面積が狭いので大人は見やすいですけど子供はまずまずといった感じ。大好きな消防車や救急車ぐらいは見えることでしょう。ちなみにプレイグレードにするとガラスサンルーフがありますのでお子さんは大興奮するでしょうね。恒例のチャイルドシートの使い勝手もチェック。ドアの開口は2段階。回転式のチャイルドシートを乗せましたが座面も高いし C ピラー横もね広いので肘も当たらずチャイルドシートの操作赤ちゃんの乗せ下ろしはとっても楽な部類です。ドアの開口がもうちょっとあると最高かな。いつもだったらここで検証終了ですがこの車ではねもう一つ検証します。この車なんとね座面だけをリフトアップすることが可能です。ミニバンじゃなくてまさか SUV でこの機構をつけているとはね本田さん恐るべし。本来なら植木鉢とかも乗せられますよっていうポイントなんですけどこれはねお子さんのおむつ替えお着替えにも最高のロケーション。フロントシートを前にやってしまえば大人も乗り込めます、タッチさせた状態でおむつを変えたりすることも楽ちんです。ちなみに金属のバーはロックされているのでお子さんはねそこに捕まることができます。ファミリーカーとしてもグレートですね。後席からのインテリア前景です。内装も水平ラインを基調とした広々デザイン。モダンになったね。スイッチ系統はダイヤルタイプに統一されてレトロだけどスッキリとした、高級オーディオ機器とモダンリビといった雰囲気が素敵ですね。でもこのデザインだとツートンカラーの方がしっくりくるって感じは正直ありますね。プレイグレードはやっぱ魅力的ですね。皆さん気づかないかもですがここの作り込みはすごく頑張りましたね。アームレストがドンと乗ってる感じじゃないデザイン。見てるユーザーはねちゃんと見てるよ。パチパチ。続いて前席チェック。X グレードの B ピラーは樹脂、いや、艶消しブラック。ものは言いようだぜ。ドアロックはタッチ式。内張りは、ちょっと待って。おー、ここちゃんとパッキングしてるんですね。地味にすごいこれ。静音効果が期待できますね。これ気を取り直して、内張りは、いいじゃん。おしゃれ。素材は上半分はわずかにソフトな合皮素材。肘置きは柔らかいといった感じ。もちろんね下半分はハードプラスチックですがスピーカー周りにも可色がされているのはポイント高いですね。影がうざいね。ごめんなさいね。前景はこんな感じ。では乗り込みます。あら素敵なメロディー。最初に目を引くのはシフトユニット。このぐるりと回り込んだ立体的なラインが洒落てますね。こういう左右非対称なデザインは個人的に大好物なんですよ。でもホンダさんの最新の車にしてはボタン式の電子シフトじゃないんですね。なんでなんでしょうね。ステアリングデザインはフィットと似ているものに下方向のスポークが追加されてますね。ステアリングスイッチ類は左がインフォメーション系、右が運転支援。メーターは右が速度、真ん中にタンク、左が8インチかな、インフォメーションモニター。詳しい表示は後編でご確認ください。シートポジションは手動式のみ。ここは節約してきましたね。この雰囲気だったら電動式にしてほしかったですよね。アクセルペダルは吊り下げ式。チルとテレスコは手動です。ではポジションチェックしてみましょう。ペダル位置は両足を閉じて伸ばした時に右足にブレーキペダルが来ていますので、とっさの時に確実に踏み込めるいい位置ですね。で、アクセルペダルはね、タイヤのハウジングがちょっと邪魔で、革靴とかを履いてると深く踏み込みがしづらかったです。つま先がぶつかっちゃう感じですね。でハンドル軸は体の中心から、若干左にずれてますかね。それか私の背骨が曲がってるかですね。こちらの試乗車にはメーカーオプションの吸引機ナビ、物理スイッチがあるのはいいですね。で、オプションでホンダコネクトナビにもできます。操作性、利便性ともにこちらの方が優れてますね。お金を追加してるんですから当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こっちの方がね、やっぱり使いやすかったです。で、ナビの左右には目立たないエアコン吹き出し口。下には分かりやすいハザードスイッチ。オートエアコン操作類は物理スイッチおよびダイヤル式。カリカリカリっとしたクリック感がとっても気持ちいいです。なんか金庫のダイヤルをいじってるような感じです。で、発色もよく視覚的に分かりやすい工夫がされています。暖かかったら赤くなったり、冷たかったら青くなったり。
このユニットいいな。ちなみに Z グレードは左右独立で温度調整ができる仕様になってます。さらに下には目立たない小物トレイに USB 端子が2口。大ぶりなシフトノブの奥に小物置きトレイ2つ目。後ろにはドライブモードとヒルディセントコントロールボタン、電動パーキング、ブレーキホールドボタン、縦並びのカップホルダー。深いのが地味にいいですね。弾力のある肘置きを開ければ深めの収納スペース。オーバーヘッドコンソールには普通のバックミラー。マップランプ類は LED。真っ白だからね、文字が見やすいんだよね。中央には緊急時 SOS コールボタンとオペレーターコールボタン。やっぱりサングラスホルダーはないんだね。はい、いかがでしたでしょうか。ホンダ新型ベゼルエクステリアインテリア編でした。めちゃくちゃシュッとした印象なのに車内すんごく広くなってる。でもサイズは先代とほぼ変わらず。ホンダさんの DNA マンマキシマムメカミニマムの世界観が存分に発揮されている驚きのパッケージングでした。先代と比べるとね、めちゃめちゃ上質な質感になりましたね。アクティブというよりはなんか大人な雰囲気。さあ次回は試乗編です。足回りも一新されたこの新型ベゼル、乗り心地はどんなものなのか。はい、それではこの動画を見てミニバンだけがファミリーカーじゃあねえ、こんな車を待ってたぜと思ってくれた方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。お父さんになっても自分がかっこいいと思える車に乗り続けてくださいね。それでは全国の姉妹お父さんお母さん、今日も一日子育てお疲れ様でした。次回の試乗編でお会いいたしましょう。バイビー。